大丈夫かお前たち。でもリリちゃんが。すまない。もっと早く悪魔の接近に気づいていれば。オムオムは悪くない。悪いのは悪魔なんだよ。だからそんな顔しないでよ。イロハ。でも俺はアキサから頼まれていたんだ。みんなを頼む。ちゃんと導いてやってくれって。それなのに俺はみんなを守ることもできない。今回だって守るどころかリリを犠牲にして。犠牲にしたんじゃないよ。リリちゃんは自分から私たちのために。そんなことよりこれからどうするの？もう魔法少女はうちたちしか残ってないんだよ。そんなことって。もうそんなことよ。リリもアキサも死んじゃったの。それだけじゃない。セイラさんやココアさんだって。うちもうやだ。どうしてこんなことになっちゃったの？ねえ教えてよ、オムちゃん。待ってカオリン、オムオムのせいじゃないよ。いいんだ。俺がお前たちを魔法少女にしなければこんなことにはならなかったんだからな。違うよ。私たちが魔法少女にならなかったらもっともっとひどいことになってた。だから今よりもひどいことなんてあるの？リリはマリアンヌさんを助けられなかったことをずっと悔やんでた。それなのに今日あんなことになって、これよりももっとひどいことがあるっていうの？あるよ。あるに決まってるじゃない。私たちが魔法少女にならなければ何もできずにやられちゃってたんだよ。全員は助けられなくても少しでも助けられればって。ごめんね。イロハに当たっても仕方ないのに。うち本当にわかる。私は全然気にしてないから。それにカオリンのことは私とオムオムで守る。だからほーらベロベロバー。もうイロハったら。それにうち赤ちゃんじゃないんだからね。でもありがとう。イロハの変顔のおかげで元気になったかも。変顔はひどいよ。くそ、香りの言う通りだ。本当にどうなってんだこれは。神様のやつに話を聞こうにもあいつどっかに行ったままだし。もしかして俺たちのことを見捨てたのか。いや、まさかそんなこと。まあいたところで素直に話すわけないか。よし、一旦セーフハウスに戻るぞ。ゆっくり休んでからこれからのことを考えよう。やっと着いた。いやー、いつもの部屋に戻ってくると落ち着くね。いつもの部屋なんだけど、なんかもう普通に媒体生物が生えてるよね。こんな普通は嫌だけど。でもおかげで食べ物に困らないでしょ。これなんか柔らかくて美味しそう。うちはそんなのじゃなくてハンバーガー食べたい。あとタピオカとポテト、もうそれだけでいいから。お、パンとマヨネーズは残ってるからスライスしてマヨキノコバーガーにしよっか。うちが食べたいのは普通のハンバーガーなの。言いつつそれ結
かおりんってばよだれ出てるよ。ほんと？もうよだれなんか出てないじゃん。うちたちこれからどうなるんだろう。そんなの決まってるだろ。悪魔を全部ぶっ倒して食べられた人を助けるんだ。そうすれば元通りに。ももちゃんだって気づいてるんでしょ。いくら悪魔を倒しても誰も戻ってこないじゃない。そうだ。あんなに人間が食われたってのに、何匹悪魔を倒しても誰も戻ってこない。何か本気でヤバい事態になってるのか。それとも本当に俺たちは見捨てられたのか。もしそうだとしたら俺は絶対にお前を許さない。そんなこと絶対に許してたまるもんか。どうしたのオムオム。許さないって悪魔のことね。おお、その通りだ。あいつらのせいでもうめちゃくちゃだからな。もう本当にめちゃくちゃだよね。でも私たちまでめちゃくちゃになったらダメ。ちょっとイロハ、まさか歌うつもり？いいじゃん、歌おうよ。かおりんの好きなやつでいいからね。イロハにはかなわないな。あんたなら本当に世界を救っちゃいそう。ももちゃん、少しぐらいならいいよね。ああ、発電機のことなら気にするな。エリザだってきっと。いや、思い切り歌ってくれ。昔みたいに思いっきりね。かおりんかおりん、何を歌おっか。そんなの決まってるでしょ。歌うならうちたちお気に入りのこれ。おお、さすがかおりん。さあ行くよイロハ。うちたちの歌声を轟かせてやるんだから。オッケー。おむおむ、ちゃんと聞いててね。二人とも早く逃げろ。天井が崩れるぞ。かおりんも早く。先に行ってイロハ。それとうちあんたと会えてよかった。上空を飛び回るだけで襲ってこないだと。そうか、ぶっ壊して遊んでるだけか、子供みたいに。イロは今のうちに逃げるぞ。今の俺たちじゃとても太刀打ちできないからな。おいイロは。ダメだよ、まだかおりんが出てきてないんだよ。早くオムオムも手伝ってよ。このままだとかおりんが死んじゃう。イロはごめん、俺は物に触れないんだ。それに香りは多分死んでる。悪夢たちの気まぐれがいつまで続くかわからない。俺はお前まで失いたくないんだ。やだやだ、かおりんは生きてるってば。ねえかおりん、さっきからオムオムがひどいこと言ってるんだよ。だから早く返事してよ。お願いかおりん、もう無理強いしないから。かおりんの言うこと聞くから。だから嘘だよ。きっとかおりんは生きてる。この中で私を待ってるんだから。イ
交渉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 行くぞイロハ。交渉交渉交渉。お前はこんなところで死ぬつもりか。みんなの香りの敵も取れずに死ぬのか。敵。カオリン、みんなの。そうだ、行くぞ。あいつらは西に行くみたいだから逆の方向に。おい、そっちじゃない、そっちは西だろ。ごめんねカオリン、後で出してあげるから少しだけ待ってて。あれは富士山だよな。それじゃ突き刺さってるあれは何なんだよ。これも悪魔の仕業だっていうのかよ。だとしたらあれが全ての元凶、災禍の中心なのか。まさか周りを飛んでる鳥の群れみたいなやつ、あれが全部悪魔だなんて言わないよな。ダメだ、とてもじゃないが勝ち目はない。こんなのはただの自殺行為だ。オムオムは来なくていいよ。何言ってんだよ。まさか行くつもりじゃないよな。おい、そのまさかだよ。だからオムオムはここにいて。ダメだ。香織たちの敵を取りたいのはわかるけど、あんなのに勝てるわけないだろう。そうだね、私も最初はそのつもりだった。カオリンたちの敵を取りたいと思ってた。だけど私が行くのはそのためじゃない。私はこの世界全ての生き物を救いたいの。そんなこと俺は。ねえオムオム、今までありがとう。私は魔法少女になれて本当に嬉しかったよ。子供の頃からずっと夢見てたんだもん。それにほら、カオリンが言ってたでしょ、私だったら本当に救えるかもしれないって。だからあいつらが来る。オムオムは隠れてて、あとは私が。バカ！なんでお前が俺を守るんだ。お前こそさっさと逃げろ。そういうわけにはいかないよ。これが私の魔法少女のお務めなんだから。はっ、た早く逃げて。私が持ちこたえてる間に。イロハー！俺は何もできないのか。彼女たちを死地に追いやるだけの死神だったのか。嫌だ、そんなのは嫌だ。イロハだけは失いたくない。だから誰でもいい、俺に力を貸してくれ。あれ、ここはどこだろう。って、私裸になってる。って誰もいないし別にいっか。ここって天国なのかな。
私死んじゃったか。せっかく魔法少女になれたのに悔しいな。オムオムにあんな偉そうなこと言ったのに何もできずに死んじゃったんだ。ごめんね、かおりん。みんな、私何もできなかった。何もできなかったよ。こんなのやだ。何泣いてんだよ。泣いてる暇があったら戦え、このバカ。誰天国の人？天使？神様？俺だよ、俺。ほら、これで見えるだろ。なんか裸の人が出てきた。なに天国の人は裸なの？あれ？でもなんだか見覚えがあるような気がする。オムオムじゃなくてもっと大切な人。トビオ？ねえ、トビオなんだよね。どうしてトビオがここにいるの？っていうか、ここはどこ？やっぱり天国なの？ここは天国じゃなくてお前の心の中だよ。そこに俺の居場所を作らせてもらった。私の中にトビオがいるってこと？どうもそういうことらしい。まあ自分で言ってて意味がわかんないんだけどさ。私もよくわかんないけど、これからはオムオムじゃなくてトビオが一緒にいてくれるってこと？ああ、俺もイロハと一緒に戦う。で、一緒にいることぐらいしかできないけどな。トビオ、トビオ、トビオ、トビオ！おわっ、抱きつくなって。俺たち裸なんだぞ。やだ、トビオのこともっと感じたい。トビオの感触、ぬくもり、全身で感じたい。それともトビオは私を感じたくない？そんなことあるわけないだろ。もうどうなっても知らないからな。あれ？私どうしたんだろう。やるじゃないか、イロハ。どうやら最高の可能性が舞い込んだみたいだ。これが私の可能性？こんなのすっごーい！エターナルイロハに変身しちゃった！なかなかかっこいいじゃないか。それに今のお前ならあいつだってぶっ潰せるはずだ。トビオの力も必要だよ。私たちであいつらをやっつけちゃおう。おう、俺たちで世界を作ってやろう。カオリやビリ、アキサ、みんなのためにもな。私ね、トビオと一緒になれて嬉しいよ。こんなに幸せな気持ちになったの生まれて初めて。俺もだよ、イロハ。まずはお客さんを片付けるとするか。カオリン、みんな私と一緒に行こう。これが私たちのフレアジャスティス。